皆さん、こんにちは。佐賀大学海洋エネルギー研究センターの池上です。今からこれまで10年間の海洋エネルギーワークショップを振り返り、その経緯と実績を紹介させていただきたいと思います。10年間という一つの歴史をこの短い時間で振り返るのはかなり難しいですが、少しでもこのワークショップの実績とこのワークショップに携われた多くの方々の思いを伝えることができればと思います。よろしくお願いいたします。アローハイサイ。これはこのワークショップで生まれた沖縄とハワイをつなぐ、そしてアメリカと日本をつなぐ架け橋の挨拶の言葉です。このワークショップのスタート時、ガイ・トーヤマさんがハワイの挨拶の言葉と沖縄の挨拶の言葉から作って提案してくれた新しい言葉です。この言葉は毎回このワークショップで広く使われ、今ではほとんどこのワークショップの公式の言葉になりました。また、このアローハイサイの言葉は、このワークショップで強い絆と力を育んでくれました。この10年間を振り返って3つのことが大きく評価できると思います。まず1つは一番大切な継続です。ハワイ・沖縄パートナーシップが始まってから10年間、絶やすことなく毎年続けてこれたことです。これは簡単なことではなく、これまで何度も開催が極めて困難な時がありました。この継続は、このワークショップに携わってこられたすべての方々の大きな実績だと思います。特に沖縄とハワイに支援いただきながら、コナ郡と久米島町で事務局として架け橋になってこられた多くの方々の素晴らしい尽力には心から敬服しますとともに深く感謝いたしております。2つ目は、このワークショップによって築かれたネットワークとプラットフォームです。このワークショップによって確実に人と人、地域と地域、技術と技術を多くつなぐことができたと感じています。特に多様性と持続性を高め、発展させることができたと思います。結果として海洋エネルギーに関する国際的にもトップレベルのプラットフォームが構築されましたし、国内及び海外からそのように評価いただいていると実感しております。そして3つ目は、この1、2によって築かれた国際的に高く評価された数々の実績です。この10年間のワークショップがなければ決して生み出すことがなかった多くの世界的な実績は、この関係者と地域にとってかけがえのないものになっていると思います。特にこのワークショップの中核的な技術の架け橋である海洋温度差発電の研究開発および国際的な協力体制の構築は、このワークショップがなければ今日のような素晴らしい国際的な進展はありませんでした。もしこのワークショップがなければ、この海洋温度差発電の研究開発は途中で途絶えたかもしれないと思います。それでは、このワークショップが育んでくれたかけがえのない実績を含めて、今から簡単に紹介させていただきたいと思います。まず、このワークショップのスタートです。この海洋エネルギーに関するワークショップは、アメリカのエネルギー省 DOE の提案から始まりました。このハワイ・沖縄パートナーシッププラットフォームにおいて、当初はこの海洋温度差発電は議論に含まれておりませんでした。当初の議題は、ゼロエミッションビルディング、スマートグリッド、
人材育成などだけでした。このような状況の中、パートナーシップフレームワークの関係者が沖縄、ハワイで現地視察をされました。その後、この DOE からハワイと沖縄が世界的にもトップレベルの技術的な実績とポテンシャルを有する海洋温度差発電の導入と可能性について議論する場を作ることは、アメリカ、日本両国にとっても地球にとっても大切なことであると提案されました。この提案に対して出席していたアメリカエネルギー省、日本の経済産業省、沖縄県、ハワイ州、そしてその他海洋温度差発電の関係者が DOE からの提案に深く感銘し、みんなでスタートさせる決意に同意した場面を昨日のように思い出します。この決意のもと、予算がなく大変な状況でしたが、急遽その年に関係者のご尽力でワークショップを開催することができました。まず、海洋エネルギーワークショップは、海洋温度差発電などの海洋エネルギーの可能性、両国の状況と技術開発に関する情報を共有し、持続可能なアイランドモデルを構築することを促進するための議論を開始することといたしました。この図は IEA 国際エネルギー機関の OES 海洋エネルギー実施委員会が公開しているものです。まさにこのワークショップが始まる10年前の当時は、タービンが搭載された完全な発電システムを有するのは世界的に日本の佐賀大学だけでした。今ではご覧の通り、ハワイ、沖縄をはじめ、赤道を中心に太平洋島しょ国、カリブ海、東南アジア、インド、アフリカなどでも活発な技術研究開発やプロジェクトの提案がなされています。まさにこのワークショップとともに海洋温度差発電の研究開発が加速されたと言っても過言ではありません。昨年10月に世界中の海洋温度差発電の研究者、民間企業、行政機関などの関係者が集い、国際的な海洋温度差発電協会が設立されました。41の国と地域からの370名のメンバーとオブザーバーで構成されております。この海洋温度差発電に関する国際的なプラットフォームが構築できたことも、このハワイ・沖縄クリーンエネルギーパートナーシップの成功と長年の実績の成果だと思います。特にこのワークショップの久米島側の事務局の一人として活躍されているベンさんは、この OEA の設立に多大な貢献をしてくれました。ベンさんの尽力なしには、このオテアは設立されておりません。このオテアは、2021年1月25日の週に海洋温度差発電協会の一般公開を記念することとしました。この1週間、海洋温度差発電に関する国際的なイベントが数多く開催されます。その一つが、このハワイ・沖縄のワークショップであり、第8回国際海洋温度差発電シンポジウムも開催されます。これまで毎年恒例のワークショップとして開催されてきました、このハワイ・沖縄のワークショップは、海洋エネルギー、特に海洋温度差発電に関する国際的なネットワーキングと理解の促進として機能してきております。初期のこのハワイ・沖縄ワークショップの
成功として特に挙げられるのは、世界に先駆けて実海水を用いて連続発電に成功し、電力会社に系統連携できているフルスペックの実証海洋温度差発電システムをこの沖縄とハワイで設置し稼働することができたことだと思います。今のところ世界で唯一完全に連続で稼働できるオテック施設です。この発電システムの設置と実証実験の歴史的な成功は、まさにこのハワイ・沖縄のパートナーシップのフレームワーク、すなわちこのワークショップが継続的に実施されてこなければ達成できなかったものと確信しております。改めて関係者に感謝申し上げます。次に、この海洋エネルギーワークショップの意義について改めてご説明したいと思います。海洋温度差発電の歴史では、1973年のオイルショック以降、日本とアメリカで長年海洋温度差発電の研究開発を国際的に牽引してきました。一方、その後、石油価格の急激な低下とともに、多くの国々で海洋温度差発電の商用化は難しいと、この研究開発は停滞してまいりました。この停滞している中、日本とアメリカだけが地道な研究開発と深層海水利用技術を推進してまいりました。このような状況の中、新しい海洋温度差発電のステージに向かうようになったのは、大きく2つの理由と、このワークショップの成功があります。一つの理由は、海洋温度差発電に関する技術の進歩です。もう一つは、再生可能なエネルギーにおける安定電源としての役割の重要性が社会的に非常に高まったからです。まさに海洋温度差発電は、再生可能エネルギーにおいて安定電源の一つとしての役割が期待されております。このワークショップがまさに加速化させてくれました。これらのワークショップでの実績と情報の共有が非常に重要になってきております。次に、10メガワットクラスの海洋温度差発電を実現させるためには、一層継続的にこのワークショップによる国際的な連携強化が不可欠だと思います。第6回のこのワークショップでは、ハワイにおいて105キロワットオテックプラントの通電式、開所式が同時に開催されました。ここに伊毛知事が来席されまして、伊毛知事よりワークショップの関係者、そしてすべての海洋温度差発電の研究者に力強いメッセージをいただきました。それはこのメッセージです。私は両国が協力することで実行可能な確かなエネルギーとして、さらに世界の再生可能エネルギー源として、海洋温度差発電の研究開発が本当に加速すると信じています。このメッセージは私たちに勇気と希望を与えてくれました。それでは今から簡単にこれまでのワークショップを振り返りたいと思います。2010年第1回のワークショップを久米島で開催しました。何しろすべてが初めての経験で大変な苦労がありましたが、関係者のご尽力のおかげで大成功でした。
ハワイ州政府からも駆けつけていただきました。第2回はコナで開催しました。この時、ハワイでは大規模なオテック熱交換器の研究開発が開始されました。このワークショップの間に、久米島町とハワイ郡コナは姉妹都市になりました。今年でちょうど10年になります。第3回は再び久米島で開催されました。この時、オテック実証プラントの必要性と国際連携、オテックのビジネスモデルについて熱い議論がなされました。第4回はコナで開催されました。この時、歴史的な第1回国際シンポジウムがハワイで開催されました。現在でも継続して開催され、2018年の沖縄での第6回国際シンポジウムにつながっております。続けて第5回は2014年に久米島で開催され、前年の2013年より久米島で世界に先駆けて稼働し始めた沖縄県の100キロワット級の海洋温度差発電プラントがワークショップで紹介され、非常な注目を集めました。第6回はコナで魔界の当時世界最大規模の105キロワット海洋温度差発電の通電式である開所式とともに同時開催されました。この第6回では久米島、沖縄、日本からの大規模な代表団が参加し、特に海洋深層水に焦点を当てました。この第6回のワークショップにおいて、日本とアメリカの企業、ネルハと佐賀大学とでオテックの導入に関する協力協定が締結され、国内外で注目されました。この締結が国際的な連携強化を加速させました。この第7回、第8回のワークショップでは、国際海洋エネルギーシンポジウムとワークショップに拡大され、オテック、深層水利用、環境影響評価、エネルギー教育などが含まれるようになりました。この時、先進エネルギー国際研究センター AES の柏木先生や東京の米国大使館のロス・マッキン・ブリッジャー氏による基調講演も行われました。100人以上の参加者がありました。第9回目は一番大変な年でした。大型で非常に強い勢力の記録的な台風が久米島に上陸したにもかかわらず、可能な範囲で開催しました。残念ながらキャンセルした方々も多かったのですが、嵐の中、7カ国から久米島を訪れてくださいました。暴風の中、停電直前にミニワークショップを開催しました。台風の前後に予定通りのツアーも開催することができました。大変な状況でしたが、意義の大きいワークショップとなりました。記念すべき第10回はコナで開催されました。初めての水素を含めたパネルが開催されました。中でもエネルギー安全保障、レジデンシー、持続可能性について熱い議論がなされました。これまでご説明させていただきましたように、このワークショップでは重要な役割を担い、確かな実績を上げてきました。世界的な海洋温度差発電プラントの実証の成功とともに、教育、文化、産業、行政の面でも大きな実績を上げてきました。教育では高校生の交換留学が始まり、多くの高校生が両地域の文化に誇りと興味を持ってくれるようになりました。エネルギーの教育も始まりました。文化では海洋深層水利用祭りや
ハワイアンフェスティバルで交流を深めてきました。産業面では、ハワイアンエキスパートがバードチャレンジングプログラムなどで久米島を訪問してくださるなど、新しい産業交流が始まりました。これまで説明させていただきましたワークショップの経緯とワークショップの進化について全体的に説明させていただきたいと思います。まず、当初は海洋温度差発電を中心とする海洋エネルギーのワークショップでした。特にハワイと沖縄で海洋温度差発電を推進させるための1メガワットオテックプロジェクトの重要性とそのためのロードマップについて議論を重ねてきました。その後、両地域で国際的にも先導的に進んでいる海洋深層水利用産業の活性化のための連携強化に向けて議論を発展させてきました。さらに、化石燃料消費量の評価を含むライフサイクルアセスメント、海洋深層水利用における環境評価など、さらに議論を広げ、貴重な意見を交わしてきました。次に、これまでの議論を発展させ、産業の面と人材育成の面で、電力と産業の相乗効果が経済的な効果や地域貢献を促進するために必要なアクションについて深く議論を進めてきました。そこで2017年よりこれまでの議論の成果をさらに発展させ、経済発展などが主要のテーマとして取り上げるようにしました。2019年よりこれまでの議論と多くのヒアリングを重ね、エネルギー安全保障、レジデンシー、持続可能性のセッションなどを包含する形で進めるようになりました。今後は、これまで築かれた絆と実績をさらに発展させ、海洋エネルギーにとどまらず、再生可能エネルギー全体を包含するクリーンエネルギーワークショップへと2020年度から発展することとなりました。このフォーラムを通じて、私たちはハワイと沖縄のクリーンエネルギー目標、そして世界の持続可能な開発目標に大きく貢献できると確信しています。特に SDGs で掲げられている17の目標のうち、単にエネルギーだけにとどまらず、産業、環境、教育、水資源、海洋保全など、その多くの課題に、このハワイと沖縄は国際的なリーダーシップを発揮して貢献できるものと確信しております。最後に、この10年間のワークショップを語る上で、どうしても忘れてはいけない。そして、もし彼がいなかったら、このワークショップをスタートすることもできず、ここまで発展しなかっただろうと、改めて確信できる遠山さんの話をさせていただきたいと思います。このワークショップが始まる10年前は、まだまだオテックについてその重要性と可能性を理解してくださる方は多くありませんでした。そのため、このワークショップのスタートは極めて困難でした。これまで経験したことのないことの連続でしたし、多くのハードルがありました。そんな中でも、ガイさんは常に明るく、人と人、
地域と地域、技術と技術をしっかりつないで私たちの背中を支え続けてくれました。その中でも特に感じた大切なことは Start small for a big vision です。大きなビジョンを持ってできるところから小さくても良いから始めようということです。むしろ贅沢に大きく始めるより、たとえ困難でも小さいところからチームとしてスタートし、継続することが大切であることを教えてくれました。むしろその方がチームとしての絆は深まるということです。残念ながらガイさんは突然2012年11月11日に天国に旅立たれました。しかしこのガイさんの志と夢はこのワークショップに携われた多くの方々に受け継がれているものと私は強く感じています。この写真はワークショップを始めた頃、ガイさんが紹介してくれた構想図です。ガイさんの手書きです。オテックに関する世界トップレベルの実績とポテンシャルを持つアメリカと日本が、そしてハワイと沖縄が協力してオテックを通じて地球環境に貢献しよう。そしてこのハワイと沖縄がこの分野で世界のリーダーとして役割と責任を担っていこうということでした。残念ながらこの図を詳しくご説明する時間はありません。10年前にはほとんどの人がこの構想は実現不可能と思っていました。このガイさんの構想はまだ完全に完成はしていませんが、確実に少しずつ実現しています。前に進んでいます。今ではむしろもっと早くこの構想を多くの地域で実現してほしいと、世界中の島嶼地域や十分な電力、安心できる水、そして安定した雇用が得られない地域や国々の方々から要望が日に日に強くなっています。ガイさんがこのワークショップで残してくれた志と夢を今度はこれからの新しい10年に多くの方々と力を合わせてこの構想が確実に実現できればと心から記念しております。これまでこのワークショップで多くの議論がなされ、ビジョンが示されてきました。しかし、今最も求められているのは、このビジョンを確実に実現するためのアクションだと思います。日本では絵に描いた餅という言葉があります。どんなに巧みに描いてあっても食べられないということです。絵に描いた餅、すなわちビジョンだけでは現在の地球規模での多くの課題は解決できません。食べれるおいしいお餅を作ること、すなわちアクションを起こすことは非常に大変です。しかし、現在の緊急の地球規模での多くの課題を解決するためには、チームとして確実に、そしてスティービーなアクションが求められております。そして最も大切なことは継続だと思います。これまで築き上げられた
立派な架け橋も途中で切れたら渡ることはできません。橋としての機能、役割は果たせません。求められる目的が達成できません。これまでいくら多くの人々がこれまでの努力と熱意で頑丈に築かれた橋であってもです。橋を壊すのは一瞬ですが、強靭に作られた橋は多くの人と地域、技術を強く長くつないでくれるものと思います。これまでの実績と絆を糧に、このワークショップで築かれた架け橋をもとに、これからの10年、さらに新しいアクションが生まれ、継続し、発展し、地球規模と地域の課題が解決され、SDGs が達成されていることを強く確信しております。どうもご清聴ありがとうございました。